皆さん、こんにちは。私たちの日常日本語チャンネルへようこそ。ゆいです。こんにちは、あきらです。ゆうちゃん、今日も元気ですね。ありがとうございます。でも、実は今朝は少し眠いんです。そうですか。じゃあ、今日のテーマは今の気分にちょうどいいかもしれませんね。今日のテーマは平日の一日です。平日の一日ですね。皆さんが月曜日から金曜日までどんな風に生活しているかですね。ええ、そうです。国によって一日の使い方は結構違いますからね。そうですよね。じゃあ、まずは朝の時間から話しましょう。あきらくんはいつも何時に起きますか？僕は大抵7時くらいに起きます。7時ですか。早くもなく遅くもなくちょうどいい時間ですね。はい。起きたらまず顔を洗って温かいコーヒーを飲みます。ゆうちゃんは？私は6時半に起きます。でも朝は本当に苦手なので、目が覚めてもベッドの中で10分くらいスマートフォンを見ます。僕も時々やりますよ。ニュースや天気をチェックしたりして。ええ、光を見ると少し目が覚めますから。それから朝ごはんを食べます。私はいつもパンと卵ですね。日本の伝統的な朝ごはんは、ご飯と味噌汁、それに焼き魚などですが、最近はパンを食べる人も多いですよね。そうですね。平日の忙しい朝はパンの方が準備も片付けも簡単ですから。朝ごはんの後はいよいよ仕事や学校に行きますね。はい、通勤や通学の時間です。日本では一日の中でここが一番大変かもしれません。特に東京や大阪などの大きな街では満員電車に乗らなければなりませんからね。満員電車本当に疲れますよね。人が多すぎて体を動かすこともできません。ええ、満員というのは人がいっぱいでこれ以上誰も入れないという意味です。私は学生の時、毎日その満員電車に乗っていました。ドアの近くに立つと、後ろから押されて押しつぶされそうでした。それは大変でしたね。僕も若い頃は1時間くらい電車に乗って通勤していました。1時間もですか？それは長いです。電車の中では何をして過ごしていたんですか？本を読んだり音楽を聴いたりしていました。でも人が多すぎると本を開くことも難しいですよね。そうなんですよね。だから最近はスマートフォンでポッドキャストを聞く人が増えているんだと思います。確かにそうです。耳で聞くだけなら手が使えなくても大丈夫ですからね。ええ。だから今この番組を聞いている皆さんも、もしかしたら電車の中かもしれませんね。そうかもしれませんね。満員電車はストレスが多いですが、日本の電車は時間がとても正確だといういいところもあります。それは素晴らしいことですよね。1分でも遅れると、遅れてすみませんというアナウンスが流れますから。ええ。だから毎日計画通りに動くことができるのはとても助かります。会社や学校に着いたら、いよいよ一日の仕事や勉強のスタートですね。はい。日本の会社では朝一番に朝礼をすることがよくあります。ああ、朝礼ですね。同じ部署のみんなで集まって今日の予定や連絡事項を確認する短いミーティングですね。その通りです。会社によってはみんなで集まってラジオ体操をすることもありますよ。ラジオ体操、音楽に合わせて腕や足を動かす体操ですね。私も小学校の時に毎朝やっていました。子供の時によくやりますよね。でも大人になっても健康のために毎朝やっている会社があるんです。朝から少し体を動かすと頭もすっきりして仕事に集中できそうですね。ええ。朝礼や体操が終わるとそれぞれの仕事を始めます。メールをチェックしたり、書類を作ったり。午前中は一日の中で頭が一番よく働く時間だと言われていますよね。そうですね。だから大切な仕事や間違えてはいけない難しい仕事は午前中に終わらせる人が多いです。
私も午前中によく会議を入れます。人と話したり、新しいアイディアを考えたりする仕事は元気な時間帯にやりたいですから。なるほど。それはいい考えですね。ゆいちゃんは午前中の仕事の間に休憩しますか？はい、10時半くらいに少しだけお茶を飲みます。ずっとパソコンの画面を見ていると目が疲れてしまいますから。大事なことですね。日本の会社員は時々働きすぎると言われますから、意識して休憩を取るのは大切です。そうですよね。皆さんも日本語の勉強や仕事の合間にはしっかり休んでくださいね。さて、午前中の仕事が終わって12時になると、お待ちかねの昼休みです。お昼ご飯です。平日の一日の楽しみの一つですね。あきらくんはお昼はどうしていますか？僕は大抵自分で作ったお弁当か、妻が作ってくれたお弁当を会社に持っていきます。わあ、いいですね。手作りのお弁当は美味しくて健康的ですよね。野菜もたくさん食べられますし、お金の節約にもなります。ゆいちゃんは？私は朝からお弁当を作る時間がないので、よく会社の外へ食べに行きます。会社の近くにはランチが食べられるレストランがたくさんありますからね。はい。ランチセットや定食というメニューがあって、安くて美味しいんです。定食というのは、ご飯、味噌汁、そしてお肉や魚などのメインの料理が一つのお盆に乗ったセットのことですね。栄養のバランスが良くていいですよね。私は特に鶏肉の唐揚げ定食が大好きです。唐揚げ美味しいですよね。僕も大好きですよ。でも、レストランは12時から13時の間、すごく混みますよね。どこもいっぱいです。みんな同じ時間に昼休みを取りますからね。人気のお店だと前で並んで待つこともよくあります。あまり時間がないときは、レストランで並ぶのが大変ですよね。そういうとき、私はよくコンビニに行きます。日本のコンビニエンスストアですね。本当に便利で、食べ物の種類も豊富です。そうなんです。おにぎりやサンドイッチ、それにパスタやサラダなど食べたいものが何でもあります。最近のコンビニのお弁当はレストランに負けないくらい美味しいと言われていますよ。本当にそう思います。私はよくおにぎりを2つとお茶を買って近くの公園で食べます。天気がいい日は会社の外で食べるのも気持ちがいいですよね。はい、いい気分転換になります。あきらくんは昼休みにご飯を食べる以外に何か特別なことをしますか？そうですね。ご飯を食べた後、自分のデスクで15分くらいお昼寝をします。お昼寝ですか。机の上に伏せて寝るんですね。ほんの少しだけ寝ると頭がすっきりして午後の仕事も頑張れるんです。午後はどうしても眠くなりますから、短いお昼寝はとても効果的ですよね。そうなんです。ゆうちゃんも眠い時はぜひ試してみてください。昼休みが終わると午後の仕事が始まりますね。はい。大抵の会社は午後1時から夕方の5時か6時くらいまで働きます。午後は夕方に近づくにつれて少しずつ疲れが溜まってきますよね。私は3時頃に甘いお菓子を食べたくなります。わかります。同僚とチョコレートやお土産のお菓子を分けることもよくありますね。そうそう。これ旅行のお土産です。どうぞってよくお菓子を配りますよね。職場のコミュニケーションの一つですね。さて、仕事が終わる夕方の時間ですが。ここで残業の話が出てきますね。日本の働き方を話すときよく聞く言葉です。そうですね。残業というのは決められた時間よりも長く働くことです。昔の日本人は毎日夜遅くまで残業をしているイメージがありました。確かに昔はそうでした。でも最近は働き方改革という言葉があって、残業を減らそうとする会社が増えています。それはとてもいい変化ですよね。
仕事の後で自分の趣味の時間や家族との時間が増えますから。その通りです。僕も今は残業をあまりしないで、6時半には会社を出て家に帰るようにしています。家に帰った後はどのように過ごしますか？まずは夕食を食べます。それから日本人にとってとても大切な時間があります。お風呂ですね。バスタブにお湯を入れてゆっくり入る時間ですね。はい。シャワーだけで終わらせる国も多いですが、日本人はお湯に深く浸かるのが好きです。お風呂に入ると体も温かくなって、一日の疲れが全部なくなっていくような気がしますよね。特に冬の寒い日はあったかいお風呂が最高ですね。私はお風呂の中でよく歌を歌ったり、今日あったことを静かに考えたりします。誰にも邪魔されない、リラックスできる自分だけの時間ですね。お風呂から出たらどうしますか？髪を乾かしてソファーでテレビを見たり、少し本を読んだりして、11時頃には寝ます。いいですね。とても健康的で規則正しい生活だと思います。さて、今回は日本の平日の一日について話しました。皆さんの国の一日と比べてどうでしたか？似ているところや全然違うところがあったと思います。満員電車でおしくらまんじゅうみたいになることや、お風呂の習慣など、日本らしい文化もありましたね。もしよかったら、皆さんの平日の一日についても、ぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、皆さんの生活スタイルを知るのがいつもとても楽しみです。もしこのエピソードが気に入ったら、ぜひ、いいねとチャンネル登録をお願いします。それから、今日私たちが話した内容のスクリプトは、一番上の固定コメントにリンクがあります。文字を見ながら聞くともっとわかりやすいと思います。ぜひスクリプトを読みながら何度も聞いて日本語の練習に役立ててくださいね。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。